このビデオでは私が出版した本社会システム論の構図のプレゼンテーションを行います。この本のテーマは交換です。そこでこのプレゼンテーションでは社会システムがいかにして交換を可能にしているかを説明することにします。第1章社会システムと交換媒体。前の著作システム論序説ですでに述べたように、システムとは複雑性を縮減する機能です。この定義は社会システムにも当てはまります。ただし、社会システムが縮減する複雑性は特殊です。それはダブルコンティンジェントな複雑性です。英語のコンティンジェントは依存する偶然的なという意味の形容詞で、名詞はコンティンジェンシーです。自我の選択と他我の選択が相互に相手の選択に依存し、不確定であることをダブルコンティンジェンシーと言います。もともとはタルコット・パーソンズの用語で、後にニクラス・ルーマンによって継承されました。物々交換を例にしてダブルコンテンジェンシーを説明しましょう。物々交換が成立するかどうかは、相互に相手がどのような商品を差し出し、相手がそれを欲望するかどうかに依存し、不確定であるという意味で、物々交換はダブルコンティンジェントです。その複雑性を計算しましょう。A と B が N 個の商品のうち異なる商品を交換する場合、A の商品が N 通り、B の商品が N-1 通りあるので、全部で N×N-1 通りあることになります。これに対して、すべての人が欲望する貨幣が存在するなら、A はその貨幣を媒介とすることで、B から商品を購入することができます。場合の数は商品の数と同じ N となります。このグラフを見てもわかるとおり、N が2よりも大きいとき、青線で示した物々交換の複雑性 N×N-1 は、赤線で示した貨幣媒介交換の複雑性 N よりも大きくなります。物々交換の複雑性は N が大きくなるにつれて急速に増大し、それとともに物々交換の成立は難しくなります。貨幣はそうした複雑性を縮減し、交換を容易にするのです。社会システムには貨幣のような交換媒体が他にもあります。パーソンズは講義の交換媒体を社会的相互作用の一般化された象徴的メディアと呼び、ルーマンはパーソンズの概念を受け継ぎ、それを象徴的に一般化されたコミュニケーションメディアと呼びました。パーソンズの象徴的メディアは AGIL パラダイムに基づいて分類されています。AGIL とは、Adaptation 適応、Goal Attainment 目標達成、Integration 統合、Latent Pattern Maintenance 潜在的パターン維持の頭文字から成り立っています。この表に書かれているように AGIL パラダイムは動物的持続的と外的内的という2つの区別を交差させてできる4つの領域に AGIL を割り当てます。AGIL の順にこの表を左上から見ていきましょう。外的適応のための手段となるメディアが貨幣。右に行って外的に目標を達成するためのメディアが権力。その下に行って言論の力で社会内部を統合するためのメディアが影響力。左に行って家族や教育で潜在的パターンを維持するためのメディアが価値コミットメントということです。
しかし、権力や影響力や価値コミットメントは媒体を通して行われるものの、それ自体は媒体ではないので、貨幣と同列には語れないと思います。次に、ルーマンの象徴的に一般化されたコミュニケーションメディアを見ていきましょう。ルーマンの場合、自我と他我、行為と体験という2つの区別を交差することで、4つの領域が分割されています。自我はコミュニケーションにおける受信側で、他我は発信側。体験においては、選択プロセスが環境に帰属し、行為においては行為するシステムに帰属するということです。こうした分類に意味があるかどうかという問題とは別に、ここに掲げられているメディアが本当にメディアと言えるのかという問題があります。ルーマンはメディアとメディアが表現する形式を区別することを提唱しているのですが、そう言っている本人がこの区別を守っていないように思えます。例えば、この表の左上に真理というメディアがあります。真理は言語というメディアによって表現される形式、すなわち情報であって、それ自体はメディアではありません。愛とか財産とかもそうです。ルーマンが列挙するメディアの目録も私には欠陥があるように見えます。パーソンズとルーマンが区別した4つの領域は AGIL の順に経済システム、法律システム、文化システム、家族システムという社会システムの4つのサブシステムにそれぞれ相当すると言えます。このうち経済システムにおける交換媒体が貨幣であることに関しては異論の余地がありません。しかし他のシステムで貨幣と同じような役割を果たしているメディアが何であるかに関しては、この表にある通り、私はパーソンズやルーマンとは異なる見解を持っています。そこで以下、法律システム、文化システム、家族システムにおいて、これらがなぜ交換媒体として機能しているかを解説することにします。第2章、法律システムと刑罰。経済システムでの商品の交換は、基本的にポジティブな価値の交換です。しかし、私たちはネガティブな価値をも交換するときがあります。例えば、復讐がそうです。復讐の最も単純で明快な形態は道外報復です。目には目を、歯には歯をの記述で有名なハンムラビ法典におけるタリオの方がその典型です。しかし、道外報復が適切でない場合があります。例えば、ある男性が女性に対してセクハラをしたとき、女性が男性に道外報復をしても、セクハラ親父は喜ぶだけです。かといって、この写真にあるように、殴るという別の種類の行為で復讐をすると、復讐しすぎではないかといったことが問題になります。つまり、私的復讐では、本当に等価交換なのかどうかという物々交換で起きるのと同じような問題が起きるのです。そこで貨幣のような交換媒体が必要になります。ちょうど経済システムにおいて商品の価値を抽象して、その価値に見合った貨幣との交換を行うときのように、法律システムでは犯行のネガティブな価値を抽象して、それに見合った刑罰との交換を行います。貨幣が国家の信用に基づいて発行されているように、刑罰は国家権力に基づいて行使されます。では、媒介的第三者としての国家権力は、どのようにして生成したのでしょうか。
これはパーソンズがホッブズ問題と名付けた問題です。ホッブズは国家が成立する前の自然状態では万人の万人に対する戦いが生まれると想定しました。この状態からどうすれば抜け出すことができるのかというのがホッブズ問題です。今、自然状態で私が銃を持った見知らぬ相手と出会ったとしましょう。私がそちらが銃を先に捨てるなら、こちらも銃を捨てると言ったところ、相手も同じことを言ったとしましょう。私が銃を捨てるかどうかは、相手が銃を捨てるかどうかに依存し、相手が銃を捨てるかどうかは、私が銃を捨てるかどうかに依存しているので、これはダブルコンテンジェントな選択であるということができます。銃を捨てるべきかどうかをゲーム理論で考えてみましょう。予想される4つの事態における2人の利得の組み合わせがこの表のようなものであるとします。相手が銃を捨てる場合、自分の利得は銃を捨てると1点ですが、保持すると2点です。相手が銃を保持し続けた場合、自分の利得は銃を捨てるとマイナス1点ですが、保持すると0点です。それならどちらにせよ、銃を保持した方が利得が大きいということになります。相手も同じことを考えるので、どちらも銃を捨てずに保持し続けることがナッシュ均衡となります。これでは自然状態から抜け出すことができません。それなら私たちはどうやって自然状態から抜け出して社会システムを形成することができたのでしょうか。私はホッブズ問題の解決を対称性の自発的破れで説明したいと思います。対称性の自発的破れはもともと物理学での概念ですが、ここでは専門的な説明は避けて比喩で分かりやすく説明したいと思います。この図にあるようにメキシカンハットの頂点に球体が乗っているとしましょう。球体の位置エネルギーが大きくて不安定ですが、中心軸に沿って完全に対称なら頂点にとどまるはずです。このような状態を励起状態と言います。しかし実際には球体を正確に頂点に乗せたつもりでも、そこには人間が感知できないような誤差があって、そうしたわずかな揺らぎにより球体は頂点から滑り落ちます。揺らぎは最初偶然であったとしても、一旦滑る方向が決まると不可逆的にその方向へと滑り出します。その結果、この図のような対称性が破れた状態に移行します。この状態は位置エネルギーが低く安定しており、揺らいでもまたすぐに元の規定状態に戻ります。自然状態においても実際には対称性は完全ではありません。一方が他方よりも頭が良くて、知略により他者を服従させるということがあるでしょう。その部下と一緒にもう一人の人間を服従させるということを繰り返しているうちに、権力が雪だるま式に膨らんで大きくなります。この社会的対称性の自発的破れにより、自然状態という不安定な励起状態は、抜きん出た権力者が統治する安定した規定状態へと遷移します。一旦強力な国家権力が生まれれば、その権力が課す刑罰によって法的秩序が生まれます。また、国家権力は税金を取り立てることができるので、その徴税力を担保に信用力のある貨幣を発行することができます。このように国家権力は媒介的第三者として自らが提供する交換媒体により社会的複雑性を縮減するのです。
第3章文化システムと記号。交換媒体の中には国家権力が介入しなくても社会的複雑性を縮減するものがあります。それは意見交換を媒介する広い意味での言語、すなわち記号です。記号はそれが意味する対象とは異なるにもかかわらず、その対象を代表し、意識に表彰します。英語の representation には代表という意味と表彰という意味があります。哲学ではこの2つを合体させて代表賞と呼んでいます。経済システムにおける交換媒体、貨幣はポジティブな価値を代表賞する記号であり、法律システムにおける交換媒体、刑罰はネガティブな価値を代表賞する記号です。ですから、記号は最も根源的な交換媒体であるということができます。ルーマンはコミュニケーションメディアが交換媒体とは異なると考えていましたが、これは交換概念を狭く考えたからです。私はコミュニケーションも一種の交換であると考えています。そのことを示すために、まずは交換概念を定義する必要があります。私は交換を自由の相互制限による相互実現と定義します。経済的な交換を例にとって説明しましょう。経済システムにおける商品交換とは、所有権の交換です。所有権を持つということは、所有物を自由にできるということです。しかし、その自由は、他者がそのものに対して自由を行使しないことによって初めて可能になります。もしも私が無制約な自由を持つなら、他者も無制約な自由を持つことになります。私が何でもできる代わりに、他者も私に対して何でもできます。これでは私には所有権がないも同然です。つまり自然状態は何でもできるがゆえに何もできない状態ということです。これでは困るので、私たちは相互に自由を制限し合う交換を行い、それによって制限された自由を可能にしているのです。次に第2章で取り上げた罪と罰の交換が私の定義でなぜ交換と言えるかを説明しましょう。所有権は相互に自由を制限することで可能になると言いましたが、中には認められた以上に自由を享受しようとするものが出てきます。泥棒がそうです。国家権力は犯罪者に禁錮刑や罰金刑などの刑罰を科すことで、認められた以上の自由を享受した者から自由を奪います。禁錮刑を課せられると、受刑者が自由を奪われるということは明らかです。罰金刑では、労働の対価である富が奪われます。労働は自由が制限されるという点で遊びとは異なっており、富を奪うということは自由を奪うことになります。過剰な自由を享受した者から自由を奪うという交換を通して、自由の相互制限による相互実現としての交換を可能にすることが法律システムにおける交換ということです。コミュニケーションも自由の相互制限による相互実現という定義から交換であるということができます。もしも私が自分勝手に言葉をでたらめに定義し、自分独自の文法ルールを作るなら、私は他者との意思疎通ができなくなります。そこで私はそうした意味付与の無制約的な自由を制約し、それによって言語を通じた意見交換の自由を手にするのです。この意味で言語
あるいは記号を交換媒体としたコミュニケーションは交換であるということができるわけです。私たちは交換を通して自分たちが所有する資本を増やしていきます。資本といえば普通は経済資本です。これは貨幣を媒介とした交換で蓄積されます。ブリュデューは知識や学歴などの文化的所産を経済資本に対して文化資本と名付けました。これは言語あるいは記号を媒介とした交換により蓄積されます。では、刑罰を媒介とした交換はどうかというと、これはネガティブな交換ですから、前科のようなネガティブな資本を生み出します。ネガティブな資本という点では、経済資本での負債、文化資本での間違った迷信と同じです。他方で、前科がないことはポジティブな資本と言えるようなものではありません。しかし、法律を規範一般に拡張するなら、道徳という国家権力が介入しない規範を守ることは、評判や人望といったポジティブな社交資本を生み出すと言えるでしょう。社交資本、ル・カピタール・ソシアールもブリュデューの用語で、日本では社会関係資本などと訳されていますが、要するにコネのことで、良好な対人関係によって獲得される資本です。3つの資本は社会的に成功するために必要な資本ですが、これらの資本を生み出す本源的資本として身体資本を挙げることができます。ブリュデューは身体資本という言葉を使っていませんが、身体的ヘクシスやハビトゥスを重視した社会学者なのですから、これも富を生み出す資本として追加するべきです。身体資本は私たちが誕生とともに獲得する最初の資本です。その後、教育を受けることで文化資本や社交資本を蓄積し、働くことで経済資本を獲得します。次の章では身体資本を生み出す家族システムを取り上げることにします。第4章、家族システムと資本。家族システムは結婚を通じて形成されます。一夫一夫制の社会では結婚後、夫婦は他の異性との性的交渉が禁じられます。つまり、性的自由が相互に制限されます。また、結婚して子供を設けると、両親に養育義務が生じるので、経済的資本使用の自由も相互に制限されます。しかし、こうした自由の相互制限によって、自分たちの子供を育てる自由が実現します。自由の相互制限による相互実現という定義により、結婚は交換であるということができます。家族システムの要となる結婚システムは、身体資本を再生産するためのシステムです。より良い身体資本を再生産しようと、男女とも高資本のパートナーを求めようとします。高資本のパートナーと結婚すれば、高資本を生み出す子供を産む確率が高まるからです。結婚相手に求める条件にはどのようなものがあるでしょうか。婚活女性がよく挙げるのは、高収入、つまり経済資本が良好であること。高学歴、つまり文化資本が良好であること。性格が良い、つまり社交資本が良好であること。容姿や振る舞いが良い、つまり身体資本が良好であることです。男性が女性に求める条件も、収入よりも容姿に重点を置くといった違いはあるにせよ、基本的に同じです。男女ともこれらを基準として自分と釣り合っていると思われる相手と結婚します。経済的交換においては、貨幣が交換媒体となって等価交換の基準を示します。
結婚においては、これらの資本が交換媒体となって等価交換の基準を示します。だから、結婚の交換媒体は資本であるということです。以上を要するに、結婚システムとは、資本を基準に、資本使用の自由を相互制限する等価交換を行い、子どもという資本を再生産する自由を獲得するシステムであるということができます。結婚システムは子どもの視点からすると家族システムです。これは私たちが生まれて最初に出会う社会システムという意味で母体的な社会システムです。また社会システムは機能分化する前、家族システムでした。つまり個体発生的にも系統発生的にも家族システムは母体的な社会システムということができます。精神分析学的に言うと、家族システムで母子の愛情の交換を媒介する第三者は象徴的ファルスとしての父で、これが果たす役割が封建宗教における父なる神や国家を支配する政治権力者、権力者の肖像をかたどった貨幣に引き継がれます。私の著作「社会システム論の構図」では、この歴史的経緯を踏まえつつ、家族システム、文化システム、法律システム、経済システムの交換を媒介し、かつそれらのシステムを支配する第三者の存在性格を明らかにします。興味のある方はお読みください。